都会に疲れた男が一人、今日も電車に揺られてこの地に降り立つ。心を癒す風景と気持ちを満たす地元飯、そんな彼の日常の中の非日常を誰が呼んだか、日本旅ごはん。すっかり季節は夏。そんな中、旅先案内人田島さんとの待ち合わせ場所はお寺の前ですか。今日はですね、この暑い夏にぴったりなすごく面白い場所があるのでご案内します。こちらの岩泉寺というところでちょっと行ってみましょう。夏にぴったりってちょっと嫌な予感。こんにちは。こんにちは。はい、すみません、こちらにキリシタン灯籠があるって聞いたんですけど、はい、ちょっと見せていただいてもいいですか。はい、どうぞ、こちらです。はい、お願いします。案内されたのは寺の片隅。これなんです。はいはい。ひっそりと佇むこれがキリシタン灯籠というそうだ。人影みたいなのが彫ってありますので、はいはい、普通灯籠にこんな人影みたいなのは彫らないと思いますので、それ以外は至って普通ってことですかね。そうなんですよ、普通の灯籠なんです。だから隠れてあれするには良かったのかなと思います。江戸時代、幕府によるキリスト教弾圧が激しくなる中、隠れキリシタンたちは灯籠に十字架や聖母マリアを彫って密かに礼拝していたという。この灯籠もその頃に作られたものと思われる。丸岡の殿様は有馬さんって言いまして、九州からいらしたんですね。だからその家来とか、そのいろんな方がみんなついて丸岡にいらしたんじゃないかなと思うんです。で、九州の人ってキリシタンの人が多いのね、あれなのできっとそれじゃないかなと思うので、はい。でもお寺にそうなんです。そうなんですよね。なんでかわからないんですけど。歴史に翻弄された人々が懸命に祈りを捧げたこの灯籠には、その時確かに生きていた彼らの熱心な思いが詰まっていることだろう。さて、夏にぴったりというのは灯籠のことではなく、案内されてやってきたこの本堂のことらしい。ここら辺にあったそうなんです、幽霊の足跡が。幽霊の足跡ですか。はい。それどういうものなんですか。昔っていうかね、おばあさんが夜いらして、お経を一つあげてほしいって言って、お父さんそのご住職と一緒にここへいらして、ここでご住職がお経をあげてる時にすっといなくなられたっていう、でその方のお家の方がその後今うちのおばあちゃんが亡くなりましたっていうにいらしたので、って感じで思われたっていう。でここら辺にこんだけぐらいのなんですけど、焦げた後の足跡みたいなのが2つついてたっていうです。昔あったけどってことですか。そうなんですね。普通の床ですけど、福井地震でこの天井がパコッと割れてしまったんですね。昔はビニールシートもなかったので、雨漏りがひどかったんですって。でここもみんな腐ってしまったって言ったらあれですけど、あれだったので剥がして処分してしまって、今みたいにそんな取っとかなきゃいけないとかね、そんなことは思わなかったんでしょうし、今はその逸話のみが残る幽霊の足跡。幽霊には足がないというのが定石ではあるが、その足跡があったというのは面白い。幽霊の足跡は昔から知る人ぞ知る有名な話だそうで、全国各地から見物人が訪れたという。中にはこんな幽霊の絵を送ってくれた方までいたそうだ。
ちょっと幽霊の話を聞いて涼しくなったんじゃないですかね。夏にはぴったりな場所だと思います。はい、あばらにもこういう面白い場所があったっていうのはすごい面白いですよね。では行きましょうか。足跡はまさに幽霊のごとく消えてしまったが、この不思議な話を語り継いでいくことが大切なことなのかもしれない。さてと、今日の旅ご飯はギャルリー・ラコンテというお店へ。モダンな建物のおしゃれなレストランと思いきや、このお店少し変わっている。店内に入ると一面に絵画が並ぶ。そう、ギャルリー、つまり画廊なのだ。画廊で美術品を見ながら食事やお茶ができるユニークだがいい雰囲気のお店だ。ほぼ月替わりでさまざまなアーティストの作品を特別展示しているそうで、何度来ても楽しめる。ちなみにラコンテというのはフランス語で語るという意味。このお店が語りの場となってほしいという店主の思いが伝わってくる。さて、メニューはドリンクメニューが豊富にあるのは嬉しい。ランチメニューは日替わりの和食とパスタがあって、パスタランチにはドリンクとケーキがついている。パスタも捨てがたいが、和食ランチにして別でケーキセットを頼むというのもなかなかいいチョイスに思える。いらっしゃいませ。ご注文お決まりでしょうか。日替わりランチの和食で。はい、かしこまりました。ちょっとお待ちくださいませ。ケーキセットは後で頼むとして、まずはゆっくりギャラリーを堪能しながら食事が来るのを待つとしましょうか。はい、お待たせしました。こちらが日替わりランチのマリちゃんのご飯。家庭的な手作りのランチが日替わりで楽しめる。この日は鶏もも肉に卵を絡めて焼いたピカタにインゲンのごま和えなど、健康にも気を配ったメニューには好感が持てる。ピカタにはジューシーなもも肉を使っているので、鶏のうまみと油の甘みが噛むごとに口に広がり、それを卵の衣が優しく包み込んでくれる。ギャラリーならではの落ち着いた時間が流れる店内で、手入れの行き届いたきれいな庭を眺めながらおいしい手料理に舌鼓。さらにゆっくりしたいならケーキセットもおすすめ。甘いケーキとお好みの飲み物で芸術と過ごす極上の時間を楽しんでみてはいかがだろうか。地元で愛される場所、人、飯。ありきたりな旅では出会えない、そんな日常の中の非日常。誰が呼んだか旅ご飯。今日もごちそうさまでした。